お元気ですか？スタジオ羽です。本日は田園をペンと水彩で描いていきましょう。今回のテーマは4つの線入れのパターンです。4つのペンの入れ方を書いて、実践してみました。まず1つ目は対象の明暗を意識したペンの入れ方。緑のあぜなどは中間の暗さ、グレーですね。白黒にすると。それぐらいの場合だったら、だいたい細い線で、刻んで入れている感じで、そして遠くの、森林、こちらの方は暗いイメージなので、太い線で塗りつぶしていくような感じですね。ちなみに右下の写真が一番描いてるイメージに近いかなと思ってへばりつけてあります。これを4つ、このような形でまずペン入れを4つ描いていきたいなと思います。2つ目は強弱をつけアウトラインのみを描いていっております。かなり崩して描くという感じですね。印象の強いところは太く、弱いところは細く、そして草っぽいな、山っぽいな、道っぽいな、それを描き分けました。続いて3つ目。細い線のみでアウトラインを描いていきました。こちらの方も明暗はあまり気にせずに、ここに草があるな、道があるな、田んぼがあるな、田んぼのあぜがあるな、ぐらいのところをコショコショとその、対象物の、質感というか見た印象みたいなのをですね、細い線のみで、描いていっております。小さく動かしたり、大きく動かしたり、リズムをつけることによってペンに抑揚が出て、面白い線が書き記すことができますね。近くと遠くはあまり気にしてません。遠くも近くも同じように書いていってます。最後4つ目。遠近をペンの太さなどで書き表すというところですね。明暗は意識いたしました。で、太い線、細い線で書き分けていきますので、近くの暗い部分は太いペン、しっかり入れていきます。遠くの方になってくると、そこまで太い線を使わずに書き記す。濃いなって思うところを書き記す。その時に、ペンの、線の太さと、あと長さみたいなのを調節して書いていっております。ここで難しいのは遠方ですので、色はくすんだ感じになってほしいですね。ですが、明暗をある程度意識するとペンを入れないといけなくなります。線で書いて色をつける場合、今の部分とかであれば、あまり線を入れずに色依存で書いてもいいかなと思います。けど今回はペンの種類4つの書き分けというところで、書いております。そしてこの4つのペンの入れ方に応じて、ここから、色を入れていきます。こちらは授業の方で行いましたので、その時の、映像と音声を入れておきます。ウルトラマリン少し入れて、ウルトラマリンとコンポーズブルーで大体の空色を作っていけます。それでもう広い面積。こうやって、あとは雲ですよっていう感じにしときましょうか。で、山がもうものすごく良かったので、山色は緑色入れていただいて、青色入れていただきましたので、これが綺麗でしたね。この混ざり合った色。よいしょ。僕だったらもうちょっとずる色入れます。ずる色。黄色っぽい色入れましょう。よいしょ。これで山が主役になりました。じゃあ、写し込んでいきます。よいしょ。青色。これ、
縦にこう縦にちょっと仕草入れてあげるといいかなと思います。で、あと色なんですけど、レモンイエローとコンポーズブルーで綺麗な緑色を作りました。これぐらいでいいかな。よいしょ。じゃあ、あとぼやーっとしてもらって。よいしょ。これでこの道だけちょっと白で置いといてもいいかなって思いました。多分これとこれは同じで、細線だけで描いたから、やんわりとした下書き。線の量減らしてビュッビュッビュッってしたから、これももう動きのある柔らかい感じもありますね。色つけるとしたら同じ量のせていったらいいかなと思います。ただしこっちとかこっちとかになると黒の面積が多いですから、しっかり黒を扱ったから硬い、もう今静止画になっちゃってるんで、これに銅を加えていかなきゃいけないから、もっと雑でいきます。例えばさっきのコンポーズブルーとウルトラマリンで空作って、これぐらいもう面白い感じにして、水もらって、で乱雑ですから黄緑色のイメージをここら辺に上げて、大丈夫。大きく雑ですね。そんだけはみ出したりとか、こうしっかりはみ出してあげると、色で動き、銅の方をさせてあげたらいいかなと思います。はい、一番左上の部分の絵では、明暗をしっかり意識いたしましたので、色はその固有色を感じさせれるように、ある程度実物の色に合わせて塗っております。あくまで軽くペンの魅力をなくさないぐらいに塗っております。ペン水彩はペンの良さと色の綺麗さ、両方が見えるといいですね。今描いているのはざっくりのところ。色もざっくり。そしてですね、汚い字で書き込んでおりますけれども、それぞれ違いがあって、細い線と太い線、のみのところや、明暗、色、合わせ、遠近、合わせ、みたいなところなど、雰囲気が全然異なってきますね。こういった書き分けをですね、する。もしくは、自分が表現したいのがこれに近いな。こういう感じに画面を作りたいな。ペンを入れたいな。みたいなところに該当すればですね、ぜひ参考にしてみてください。これもあくまで、書き方の一例です。ご視聴いただきありがとうございました。ハサミですよね。はい。ハサミもどれやったら可能性あります？これ？それですね。これでいいですか？それも強そうです。でも錆びてない方がきっと。はい。で、切った後入れ物。これかこれか。こっちですね。こっちですか？はい。さっき水入れてた方が賢いですか？あ、そうですね。水道水でいいんですか？水道水でいいです。カルキとか抜かんでいいですか？抜かなくていいです。はい。切ってからここに入れてちょっとプチンって水の中で切る方がいいかも。こ
こっちにも水。こっちにも水を。ありがとうございます。完璧です。完璧です。切りに行きます。はい、切りに行きます。この子なんですよ。結構倒れてますね。はい。まっすぐですか、斜めですか。まっすぐで大丈夫です。綺麗ですね。綺麗ですね。一本だけと寂しがります。そうかもしれないです一ね。輪挿しってあるけど、二輪挿しはないんですか。あんま聞かないですね、二輪挿しって。とりあえず一本だけにします。はい。水の中に沈めて、水の中で斜めカットします。こうですね。はい。この角度。それぐらいで。で、この辺の下葉は切ってあげた方がいいかも。これ水の中で。それは水の中じゃなくてもいいです。なんで？葉っぱから水吸わないからです。もうあんまずっと出しっぱやったらあんまり水の中で切った意味なくなっちゃうかもう一回切った方がいい？ら大丈夫です。今のは大丈夫。ちょっとほんまに困ってる。ちょっとこれもう葉っぱは適当にいらんとこパチンパチンって切るがちゃうねんちゃうねん、ここになんかいんねん。えこれ見て。事件。どうしたらいいの？ベイビーですね。無視して大丈夫です。その子はもう二度と伸びてきません。ここで。はい、そこで切って大丈夫です。はい。よいしょ。はい。あ、綺麗ですね。これがあれですね。こう芍薬を花瓶に刺す作法ですね。そうですね。ハサミ選びから今日は。ね。はい。危なかった。ご視聴いただきありがとうございます。絵を描くのが好きだけど、近くに教室がない、さらなる学びを生活に取り入れたい方は、メンバーシップ羽サンガがおすすめです。月の第1週目に行う、みんなで面白チャレンジでは、私に描いてほしい、絵にならないような無茶な写真を募集し、ライブで挑戦いたします。第2、第3週は、人物、風景のデモンストレーション動画。こちらの方、奈良にある羽絵画教室の特別授業をライブ配信しております。第4週には、羽さんが雑談&作品合評会を行い、書かれた作品を合評いたします。皆様のアートライフにぜひご活用ください。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は、再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。